Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは日本のレストランに行った時、絶対何の問題もないと言い切ることはできますか？僕は中国語を勉強した時、一番最初に怖かったのは、やっぱりレストランに行く時に、ちゃんとご飯を注文できるかなということが一番怖かったです。意外とレストランの会話は教科書で勉強するんですけど、なんか実際行ってみると違うことを言われたり、あとは教科書に書いてないことを聞かれたりして、ってすごいびっくりした経験があるので、多分皆さんも同じ経験するんじゃないかなと思って、今日は日本のレストランで使える日本語を教えたいと思います。まず最初にそのお店が開いているか開いていないかちゃんと確認しないといけませんよね。そして開いている時は営業中と書いてあります。逆に開いていない時、やっていない時は準備中というふうに書いてあります。ですのでレストランのドアでその営業中か準備中かどっちが書いてあるかな、だいたいプレートがあるんですけど、それをちゃんと見てから入ってください。中に入るとだいたいお店の人が何名様ですかというふうに聞いてくるので、例えば2人いる時は2名ですと言ってください。この時間違えて2名様ですって言うと、様は尊敬する人に使うので、なんか自分で自分を尊敬しているみたいになります。ですので店員さんも、あれ？神様が2人来たかな？というふうに思います。ですので2名です。もしくは2人ですというふうに言ってください。最近だと日本では例えばくら寿司っていう寿司のレストランがあるんですけど、そこではロボットが受付をしています。ロボットがタッチパネルを持っていて、人数とかあとは場所を選びます。この場所っていうのはよく聞かれるんですけど、まず禁煙ですか喫煙ですかというふうに聞かれます。この意味わかりますか？喫煙というのはタバコを吸うという意味です。そして禁煙はタバコを吸わない人が行くエリアのことです。今はあまり喫煙の席はないですけど、でもやっぱりまだファミリーレストランとかに行くと聞かれることが多いと思います。それで禁煙ですと言った後、よしご飯食べられるぞと思ったけどまだなんですね。だいたいテーブルかカウンターかお座敷どれがいいですかというふうに聞かれます。皆さんはテーブルとカウンターの意味は多分わかると思うんですけど、お座敷っていうのはね、多分日本だけかもしれないです。お座敷はなんか部屋みたいになっていて、そこには靴を脱いで入ります。ですのでお座敷を選ぶと、そのお座敷の部屋の近くまで行って、その近くで靴を脱いでからその席に行きます。僕たちは家の中で靴とかを履かないので、だいたいいつも靴を脱いで、もちろんご飯とかも毎回食べてるので、やっぱりそういうのがいいなっていう人はお座敷を選ぶことが多いと思います。でもちょっと足が痛いとか背中が痛いっていう人はお座敷に座るともっと痛くなっちゃうので、そういう人は結構テーブルを選んでいます。一人で行くときはカウンターを選んで、机と椅子、壁に向かってご飯を食べる感じですけど、家族とか友達と一緒に行くときはテーブルを選んで家族とか友達と会話をしながらご飯を食べる感じです。それ以外のことは多分聞かれないと思います。でもたまに予約してありますかとか、すごい高級なお店だと聞かれることはあります。でも普通のお店だとないと思うので、そこは安心してください。じゃあ例えばテーブルを選んで席に着くと、お店の人がだいたいお冷やとおしぼりを持ってきてくれます。お冷やっていうのは冷たい水のことなんですけど、なんかレストランとかでは冷たい水とか言わないでお冷やという風にちょっと特別な名前になります。でも普通の水です。あとおしぼりは湿ったタオルのことです。これで手を拭いてきれいにします。このおしぼりはだいたい冷たいことが多いんですけど、特に冬だとあったかいおしぼりが出てきたり、あとはちょっといいお店だとちょっといい匂いのするおしぼりが出てきたりします。もちろんこのお冷やとおしぼりは無料です。でも忙しいレストランとかでは自分でお冷やを取りに行ってくださいねと言われます。その時はお冷やはセルフになりますというふうに言われます。
英語ですけどセルフになりますと言われたら、自分でするんだなというふうに思ってください。席についてお冷やを一口飲んで、そしてメニューを見ると、メニューが特に日本のものだとすごくたくさんあります。すごいたくさんあって、僕の外国人の友達もすごい驚いてました。どれ見ればいいかわかんない。そのくらいたくさんあります。食べ物のページで15ページくらいあるのもあります。しかもこのメニューはランチの間だけとか、このメニューはディナーの間だけとか書いてあったり、他にもこれはレディースのメニュー、つまり女の人しか頼めないメニューとか、そういうのもあるのでちょっと複雑かもしれないです。なんかずるいですよね。なんか女の子はデザートが無料とか、そういうサービスが結構日本ではあって、ずるいなと思います。俺だってデザート食べたい。本当に食べたい時はもちろんお金を出して買います。でもなんか隣の人が無料のデザートを食べてるといいなとか思います。じゃあ皆さんはやっとメニューが決まったらどうしますか？日本ではすみませんと大きな声で呼ぶか、あとはベルが置いてあるのでベルを押すとお店の人が来ます。お店の人も最初お冷やとおしぼりを持ってくるときに、ご注文がお決まりになりましたらベルでお呼びくださいというふうに言います。このフレーズは絶対聞きますよ。ご注文がお決まりになりましたらベルでお呼びください。すごい有名なフレーズで、日本に行ったことがある人は絶対聞いたことがあります。特に何も言われなかったらちょっとベルを探して、ベルがないなと思ったらすみませんと言うんですけど、このすみませんをね、大きな声で言うのは、僕たち日本人はすごく恥ずかしいので、僕もあまりしたくないですね。なんかすみませんって大きな声で言ったのに店員さんが気づかなかったら、なんかすごい気まずくなります。ですのですみませんという時はもうすごい大きな声ですみませんって言って絶対気づいてもらうか、あとはちょっと見て店員さんがこっちを見た時にこういう風にアイコンタクトをして店員さんを呼びます。僕の場合はアイコンタクトの方が多いと思います。やっぱりちょっと恥ずかしいですね。なんかそういえば僕の友達がでかい声で Excuse me って言ったんですけど、やっぱり日本人はあまり英語を聞き慣れてないので、そういう音は余計にさらに聞きにくくなるので、普通のすみませんよりもっと聞きにくかったです。その人が同じ声の大きさですみませんと言ったら、そのお店の人はすぐはいって気づいたので、やっぱりそういう違いもあると思います。あとは注文するときに、例えばサラダとかを頼むと、よくどのドレッシングがいいですかとか、ドレッシングはどうなさいますかというふうに聞かれるので、その時は何がありますかというふうに聞き返すと、お店の人はこれとこれとこれがありますというふうに教えてくれるので、じゃあこれでお願いしますと言ったりします。他にはいろいろ聞かれますね。例えばお肉を頼んだら、レアかミディアムかウェルダンどれがいいですかとか、英語がわかる人は結構英語のことが多いので、ここは大丈夫だと思います。僕が多分一番大変だなと思うのはラーメンのお店だと思います。日本のちゃんとしたラーメンのお店だとすごい細かいことまで聞かれます。最初にラーメンを選ぶと、じゃあスープは濃いやつか普通か薄いのどれがいいですかとか、あとトッピングが結構無料のことが多いんですけど、ニンニクをどのくらい入れますかとか、あとは麺の硬さはどうしますかとか、あとは麺の太さはどうしますかとか、本当にいろいろ聞かれることがあるので、でもそういう時はだいたいなんかスープの濃さ、麺の硬さ、なんとかこれを全部言ってくださいねみたいなメニューが絶対置いてあるので、その中で指をさせば大丈夫だと思います。よくわからなかったら全部普通でお願いしますと言えば大丈夫なので、そこは心配しないで美味しくラーメンを食べに行ってください。注文が全部終わるとお店の人はご注文を繰り返させていただきますと言います。これは 80% 以上の人が言うと思います。ご注文を繰り返させていただきます。ちゃんと言ったメニューと合っているかどうか確認します。日本はすごい確認をたくさんします。
ですので他の国よりもちょっとミスが少ないんじゃないかなと僕は思います。それで注文を繰り返した後は以上になりますがよろしいですかと言ってはいと言ったらこれで注文は OK になります。あとは普通に食べ物が来るのでそれを食べればいいんですけど、そういえばラーメンを食べるとき日本ではという音を立てるのは全然普通というか結構いいことって言われているらしいんですけど、なんでかっていうとそういう風に急いで食べるくらい美味しいっていう意味があるらしくて、別に僕はその音を聞いたから嫌だとかいいとかは全然ないんですけど、海外でラーメンをすごい音を立てて食べるとすごくマナーの悪い人っていう風に思われるって聞いたんですけど、それは本当ですか？別にそんな嫌な音じゃないと思うんですけど、僕はズルズルズルっと聞こえても別に気持ち悪くないですし、皆さんはどう思いますか？ご飯を食べ終わった後は、一人でごちそうさまと言って、それで伝票を持ってレジに行きます。この伝票は意外と見つけるのが大変なところもあります。よく焼肉だとテーブルの横の下に入れてあるので、そういう時だとあれ伝票がないなっていう風に見つけにくいんですけど、それで何も持たないでレジ行くと、机にそういえば伝票があるのでそれを持ってきてくださいという風に言われます。この伝票を探すのがちょっと難しいかもしれないんですけど、あとは本当に伝票がないレストランとかお店もあります。これはお店の人がちゃんと席を覚えていて、それで多分お客さんに伝票を持ってこさせるっていう迷惑をかけないみたいな、それぐらい別にいいと思うんですけど、そういう風に伝票がないお店もあります。その場合は普通にレジに行ってお会計をお願いしますと言えば OK です。もう本当に分かんなかったらお店の人にすみませんお会計お願いしますと言えば OK です。そうすると問題はないと思います。このお会計をするときにお店の人はカードにしますか現金にしますかという風に聞きます。日本だと最近カードで払う人が増えてきたんですけど、やっぱりまだ現金を使ってる人の方が多いと思います。僕もカードより現金を使うことが多いです。僕の場合はちょっと田舎に住んでるので、もしカードをダメって言われたらやばいと思うので、それで結構現金を使ったりしています。お金を払った後はお店の人がレシートはいりますかという風に聞くので、僕はだいたいいらないですとか大丈夫ですっていう風に言うんですけど、欲しい人はお願いしますという風に言えばもらえます。結構日本語上手な人でも No って言いたい時にいいえって言うんですけど、いいえって僕たち言わないんですよ。後でこの動画も作ろうかなって考えてるんですけど、いいえって言わなくて、僕の場合なら大丈夫ですとかそういう風に言います。いいえって言うとちょっと強いし、あとすごく教科書みたいというかすごく外国人っぽいので、意味はもちろんわかるんですけど、何かあったら大丈夫ですと言えば大丈夫です。このジェスチャーもとても大切だと思います。大丈夫です大丈夫ですって全然意味が違うので。 So do you think you won't have any problems at restaurants in Japan? I hope you will not lose your weight because you are afraid of going to restaurants like me in Taiwan. コメントもよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。タメ口モード。この動画を作るときにいろいろシチュエーションを頭の中で考えたんですけど、やっぱり日本人がレストランでご飯を食べるときはこのいただきますとかごちそうさまを言うことが多いと思います。一人でレストランに行く時とかもちゃんといただきますとかごちそうさまって言ってることが多いです。すごく面白くないですか？日本は仏教とかありますけど、例えば周りの人に宗教ありますかって聞いたら 90% くらいの人はないですって言うと思います。僕もないですし、僕の友達で本当にこの仏教ですよっていう人はほとんどいないですね。ですので僕たちは神社とか行きますけど、それは別に仏教を信じているからというよりは、神社っていうそのものがパワースポットみたいで、パワースポットってあまり宗教と関係ないじゃないですか。そういう感じで言っている人が多いんじゃないかなと思います。なんでこの宗教の話を少ししたかというと、いただきますとかごちそうさまを言うのも
何かの宗教なのかなとか思ったり、あとは宗教がないならこのいただきますごちそうさまを言うのはどこから来たんだろうとか、そういう風に考えると結構面白いなという風に思いました。あとは海外から見たこのいただきますとかごちそうさまはどのように見えるかも教えてほしいです。例えばなんかすごく宗教みたいだとか、あとはすごい礼儀正しいとか、あとはちょっと変だなとか、いろいろ意見があると思うので、それを教えてもらえると嬉しいです。ですって使っちゃったよ。これ敬語じゃん。間違えたわ。でも俺多分ポライトな人間だから、礼儀正しい人間だから、すぐね、何も考えないと敬語が出ちゃうんですよ。出ちゃうんですよ。ありがとうございました。